アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためにゼロから水槽を準備しています。前回レイアウトの仮組みが終わって本物の水槽を買ってきたのでその設置ですね。まず水槽の下に保護クッションのマットを置きます。ガラス水槽の場合は絶対置いた方がいいそうで、乗せる天板の歪み吸収と滑り止めで重要だそうです。こんなシートがあるって初めて知りましたね。で、早速水槽を置いてます。水槽サイズは予定通りこのサイズで、オールガラスの角が曲面になってるやつで、コーキングは背景のことも考えて黒になってます。一人で設置したんだけど結構しんどかったですね。水槽の重さは20キロくらいなんだけども、重さよりも持ちにくくて、で、このクッションマットを乗せるときも滑り止めになっちゃってるんで、ちょっとずらしたり全然できないんですよね。なので90センチ水槽を買う人は一人だと微調整がすごく難しいので、ぜひ二人で作業してください。で、水槽をすごい見つめてるのは、背景の壁紙とプラダンが透けるのがちょっと気になっちゃって、カッティングシートを貼りたいと思います。カッティングシートはホームセンターで2回貼れる分買ってあります。色はもう黒一択ですね。で、いらないマットレスシーツを敷いて、で、これすんごい踏ん張ってますよね。もうとにかく持ちづらいんですよ。で、ちょっとカメラにぶつかったりなんかして、そんなことより、もう本当に丁寧に、一点に力が乗らないようにみたいな。で、ゴミ噛まないようにまず清掃をして、これはスプレーに水と中性洗剤を数滴入れたものですね。で、綺麗にしたらそれをたっぷり吹きかけておいて、ネットを調べてたら、壁を濡らしてカッティングシートをグッて立てかけると、貼り付いて剥離紙が剥がしやすいっていう風にあったんで、試してみたら、ちょっとロゴで見えないんですけど、カッティングシートがね、落っこってきました。もう一回くしゃってなったら、もう再利用できないですね、これ。失敗ですね。予備買っておいてほんとよかった。で、今度は、普通に手で押さえて、剥離紙剥がして、貼る面にバサッと乗せます。シートはちょっと大きめにしておきます。で、少し内側に位置合わせをして、このスキージっていうヘラで水抜きをします。硬いのだとゴミ噛んだところを破いちゃったりしちゃうので、こういうの使った方がいいと思います。で、水分を押し出すんですけど、押し出す順番があって、なんていうか、中心からイギリスの国旗のラインの線の感じで押し出してって、で、残ったところを外に向けて押し出していく感じですね。で、こういうのはもうカッティングシートだけじゃなくて、壁紙とか貼るときも大体同じやり方ですね。水分が少し戻っていこうとするんで、何かで吸い取りながらやるといい感じだと思います。水分が一発では全部抜けないんで、何度かやって、で、余りをカッターで切ります。で、これガラスに沿って切ってるだけですが、カッターの進行方向をヘラみたいなので押さえて、で、そこにカッターを押し当てて一緒にずらしていくと、シートがぐにょってなんないで綺麗に切れます。ただ、こうやって切っただけだとちょっと問題あって、ここで確認してるんですけど、ぴったり沿わせて切っても、0. 何ミリかピロピロはみ出てるんですよね。で、このピロピロからホコリがついたり、また水が入ったりして、時間が経つと結構粘着力が弱くなっちゃうんで、3ミリくらい内側でさらにカットします。定規使って切るだけですね。これやっとくと日にちが経っても結構安心です。で、最後にまたスキージで押し出して完成です。こんな風にシートは少し内側になってますね。で、水槽を戻してみると、こうやって透けないで綺麗な黒になりました。で、最後に水平のチェックをしながら今回かかった金額です。水槽が 18,590 円。地元のショップで買ってます。カッティングシートが450ミリ幅ですね。もう2メートル買って800円。ということで、前回の仮組で使った素材も全部合わせて、ここまでで 39,945 円です。小さい水槽で
水草ちょこっと入れるだけなら、もうここで完成しそうな金額ですよね。目標に向かって一直線でいきたいと思います。次回は機材の追加をします。それではまた。